トルクレンチとアタッチメントですが、長さが足りません。おはようございます。アストロタイガー改装機の細です。今日はキャンピングカーのタイヤ交換についてです。4月になり暖かくなってきましたので、スタッドレスタイヤから普通タイヤに交換しようと思います。このチャンネルではキャンピングカーについて動画配信していきますので、チャンネル登録お願いします。それではどうぞご覧ください。はい、車のタイヤ交換するためには、タイヤのナットを外す十字レンチや車体を持ち上げる時のジャッキアップした時に車が動かないようにするためのタイヤ止め、輪止めが必要です。そしてぜひ用意してほしいのがこちらのトルクレンチです。トルクレンチとはタイヤのナットがきちんとした力で締め付けられているかどうかを確認するための工具です。そしてキャンピングカーでこのトルクレンチを使うのに必要なのがこちら、先を長くするアタッチメントです。この長さではキャンピングカー特有ですが、タイヤが奥まっているのでトルクレンチが車体に当たってしまいます。こちらのアタッチメントでトルクレンチの先を長くすることで車体に当たることなくトルクレンチを使用することができます。アストロタイガーで使用していたトルクレンチとアタッチメントですが、この赤マッシュのリアタイヤのトルクを確認するには長さが足りません。もっと長いアタッチメントを購入したいと思います。今使用しているのが14センチぐらいですかね。これで25センチから26センチぐらいはないと使いにくいと思います。はい、アストロプロダクツで 250mm のエクステンションバーを買ってきました。今まで使用していたトルクレンチですが、こちらのアタッチメントの長さが短かったので、こちらの 250mm の方に交換します。今までのトルクレンチですとボディに当たってしまいます。こちらの 250mm だとギリギリボディに当たらずトルクをかけることができます。できれば 260mm が欲しかったのですが 250mm しかなかったので、こちらで最後締め付けていきたいと思います。それではタイヤ交換していきます。購入した時についていたマッシュの普通タイヤです。ホイールは購入後に塗装しました。マッシュはギアがダブルタイヤなので4本ではなく6本交換が必要です。ちなみに今回はマッシュのタイヤ交換ですが、実はアストロタイガーの方もスタッドレスタイヤのままでタイヤ交換が必要です。なので6本ではなくて合計10本タイヤの交換が必要です。ジャッキアップする前に対角線上のタイヤに
タイヤ止めをします。今まで使っていた5トンのジャッキがちょっと倒れそうで怖かったので、15トンのダルマジャッキを買っていましたが、これめちゃめちゃ重いです。安定感はめちゃめちゃあります。ジャッキアップしてタイヤを外します。根板で車体の下に入ろうと思ったのですが、お腹がつっかえてます。やばい。あとついちゃってます。根板を使うのは諦めました。ダブルタイヤのタイヤ交換される方に、こちらが奥のタイヤのバルブ、そしてここが手前のタイヤのバルブです。バルブが対角線上になるように取り付けてください。マッシュのリアタイヤ、ホイールハウスのデザインがちょっと邪魔です。残念。奥のタイヤに取り付けているエクステンションバルブにつきましては、動画下の説明欄より以前の動画をご覧ください。外した時と同じように奥をこちらのバルブにしたので、今度こちらが手前のバルブになるように取り付けます。トルクレンチで締め付けます。左後ろのタイヤ交換が終わったので、次は右後ろのタイヤを交換します。さっき奥のタイヤは下がバルブだったので、外側は対角線上にバルブが来るように、上にバルブが来るようにします。バネットの取扱説明書です。こちらのここですね。シングルタイヤが89から117ニュートンメートル、ダブルタイヤの方がトルクが大きくて147から167ニュートンメートルです。毎回調べるのがめんどくさくなったので、こちらに貼っておきました。トルクはこのネジを使って調整します。例えばダブルタイヤの場合は147から167ニュートンメートルなので、147以上、ここが154、154のところに0が来て154、プラス1回すとプラス1で155になります。147から167の間でいいんで、今回は154で締め付けます。対角線上にカチッというまで締めていきます。
リアのタイヤは交換完了です。次フロント。確認のために揺すってみました。ガタはないです。タイヤに小石が食い込んでいたので、マイナスドライバーで取りました。シングルは89から117、112のメモリに合わせました。対角線上に締めていきます。右のタイヤもガタはありませんでした。シリコン製のホイールナットキャップを購入しました。タイヤの空気圧は運転席のドアを開けてここ前輪が350キロパスカル、後輪が300キロパスカルです。後輪は300キロパスカルです。これから測ります。ちょっと少ないので後で足しておきます。内側のタイヤも少し少ないです。足しておきます。はい、今回は赤松のタイヤ交換についてお伝えいたしました。特にダブルタイヤの場合はバルブの位置を対称に取り付けるようにしてください。またキャンピングカーの場合リアタイヤが奥まった位置にあるのでトルクレンチに長めのエクステンションバーが必要です。また後ろがダブルタイヤのキャンピングカーの場合フロントとリアでホイールナットの締め付けトルクが違います。フロントよりリアの方が締め付けトルクが大きいのでご注意ください。今回の動画が皆さんのお役に立てたら幸いです。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも頑張って動画配信していきますのでチャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。アストロタイガーのタイヤも交換しないといけません。